のささやきの朗読や渓谷の遊歩道を歩いた日のことを思い返すと、今でも足元がぐらつくような気分になる。あの時俺たちは普通のハイキングのつもりだった。観光地として有名な渓谷で、川沿いに整えられた散策路が続いている。入り口には昔から残されているらしい小さな鳥居がいくつも並んでいた。売店の人が、全部くぐると願いが叶うらしいよ、と軽く言っていたのを覚えている。俺と友人はその鳥居を通りながら奥へ進んだ。最初の鳥居はただの木枠みたいなもので、低くて身をかがめないと通れないほどだった。くぐった瞬間、胸のあたりが少し軽くなった気がした。ただの気のせいだと思い、そのまま歩いた。遊歩道は木の板で作られ、川の音が響いていた。風も涼しく、観光客も少なかった。二つ目の鳥居はさっきより高さがあった。まっすぐ通れるくらいだ。俺は普通にくぐり、友人も続いた。そこでふと違和感を覚えた。さっきまで視界に入っていた手すりの高さが微妙に違って見えた。一段目線の位置が低くなったような。そう思って足を止めた。気のせいだろうと自分に言い聞かせたが、横を歩く友人の肩の位置がいつもより少し上に見えた。三つ目の鳥居は二つ目より少し小さかった。友人が、なんでサイズ違うんだろう、と笑ってくぐった。そこを抜けた瞬間、風の当たり方が変わった。足裏の感覚が地面から少し浮いたような軽さになった。違和感がはっきりしたのはその後だ。隣を歩く友人が俺の顔を覗き込みながら言った。お前、なんか急に小さくね？冗談かと思った。だが遊歩道の手すりがさっきより高く見える。視界の端に見える川もいつもより縁が高い。まるで自分がほんの少しだけ沈んでいくようだった。俺は笑ってごまかしたが、胸の奥で不安が膨らんでいった。さらに歩くと、木の陰にはもう一つ鳥居が見えた。四つ目の鳥居だ。だがその鳥居の影はおかしかった。鳥居よりも長く、形も少し歪んでいた。風もないのに、影だけが俺たちの方に伸びてきているように見えた。ねえ、帰る？友人が言った声は本気のやつだった。俺はうなずいた。だが振り返った瞬間、背中が冷えた。来た道の鳥居が三つしか見えなかったんだ。くぐったはずの一つ目がどこにも見当たらなかった。その時初めてくぐるたびに自分が変わっているという恐怖がはっきり形を持った。三つしか見えない鳥居を前に胸の奥が一気に冷えた。くぐったはずの一つ目が消えている。景色が変わったのか、俺たちの感覚が変わったのか、どちらにしても普通ではない。戻ろう。マジでやばいよ。友人がそう言った。俺も戻りたかった。けれど、一歩戻るたびに視界が落ちていくような感覚があった。歩幅が狭くなり、手すりの位置がじわりと高くなっていく。遊歩道の坂の継ぎ目すら、さっきより深く見えた。まるで
世界が少しずつ大きくなっていくような。いや、違う。自分が小さくなっている。そう確信したのは手すりに手をついた瞬間だった。いつもは腰の高さくらいの位置にある手すりが胸近くまで来ていた。冗談でも気のせいでもなかった。おい、本当に小さくなってね。友人の声にはもう笑いがなかった。俺は返事ができなかった。喉が渇き、言葉も出なかった。その時風が止まった。鳥居の影だけが川の流れと逆方向へ伸びていた。影の形は鳥居なのに、上部の横の木の部分だけが沈んでいくように見えた。戻ろうとしているのに、影は俺たちの進行方向、つまり後ろへと伸び続けていた。まるで俺たちの帰り道を塞ぐように。三つ目の鳥居まで戻ってきたとき、そこで異変はさらにはっきりとした。鳥居の高さが来たときより高く見えたんだ。ほんの少し頭を上げないと横の木の部分が視界に入らない。友人は鳥居の前で固まっていた。その友人の視線がさっきよりも明らかに上からだった。お前、顔の位置マジで下がってるぞ。俺は震えながら手のひらを見た。いつもより指が短くなったように見える。ふくらはぎの感覚も軽く、歩くたびに地面が遠い。この渓谷に入ってから俺たちは鳥居を3つくぐった。その度に景色がずれ、体の感覚が変わっていった。つまり、鳥居をくぐるたびに自分のサイズが変わっている。4つ目の鳥居に近づくと、影がぬるりと伸びてきた。鳥居とは明らかに違う形。人の影に見えなくもない。肩の位置が妙に高く、腕が長い。友人が震える声で言った。なあ、これ、自分の影じゃねえよな。影は俺たちが一歩下がるたびに形を変えていった。俺たちの身長の変化に合わせているように。まるで俺たちの変わった分だけ何かが近づいてきている。その瞬間、遊歩道の板の下からコツッと小さな音がした。木の下を何かが歩いたような軽い足音だった。鳥居の影が震えた。俺たちはもうただのハイキングではなく、この渓谷そのものに姿を変えられているんだと気づいた。三つ目の鳥居を通りかえったはずなのに、俺たちの身長は戻らなかった。むしろ逆だった。足元の板の継ぎ目が大きく見え、手すりは胸の高さどころか肩に近づいていた。これやばいって、帰れない。友人の声が震えていた。四つ目の鳥居の影はさっきより濃く長くなっていた。影の肩の位置は明らかに俺たちより高く、腕の影は地面につくほど長かった。人の影としては不自然すぎた。一歩下がると影が一歩前に伸びてきた。影の形が鳥居から人型に変わる瞬間、胸が締め付けられた。なあ、あれって、俺たちの慣れの果てとかじゃないよな。友人の言葉が妙に刺さった。鳥居をくぐるたびに体が変わり、背が縮み、影だけが逆に伸び続ける。もしこのまま鳥居を全部くぐり切ったら、俺たちは最後、あの影と同じ姿になる。それがここに残された役目なんだと直感してしまった。振り返って逃げようとした瞬間だった。遊歩道の手すりの隙間から小さい俺の影が伸びているのが見えた。
本物の俺より低く輪郭がぼやけていた。その影は俺の一歩後ろで止まっている。まるであと少しで重なる位置だった。走れ！友人が叫んだ。俺たちは川沿いの遊歩道を必死に走った。だが板の間が異様に広く見えて足がもつれそうになる。背が縮んだ分歩幅が合わなくなっていた。風が止まり、鳥居の影だけが後ろから追ってくる気配。振り返ったら終わる。そんな確信だけが頭の奥で響いた。二つ目の鳥居まで戻った時、俺はあることに気づいて息を飲んだ。鳥居が増えていたんだ。来た時は4つだったはずが、いつの間にか5つ、6つと並んでいる。戻ろうとするたびに鳥居の数が増えているんだ。つまり逃げ道そのものが向こう側のものに書き換えられている。その時足元でミシッと音がした。遊歩道の板が沈んだんだ。まるで誰かが真下から押し上げているみたいに。影が板の隙間からこちらを覗いた。黒い指が細く伸び、ちょうど俺の足首の高さで止まっていた。その指の高さは、さっきの俺の変わった身長と同じだった。次の瞬間、鳥居の影が俺たちを追い越すように伸び、視界の端で形を変えた。俺たちより背が高い、別の姿。川の流れが急に静かになった。虫の声も風の音も消えた。だが耳鳴りだけが響いていた。俺はもう理解していた。鳥居をくぐった分だけ戻るための自分が減っていく。そして鳥居の影の中に元の身長の俺が吸い込まれていくのをはっきりと見た。最後に聞こえたのは俺と同じ声で同じ高さでこういう声だった。こっちだよ。その瞬間視界が暗くなった。あの日のことを思い返すと胸がざわつく。観光地で写真を撮っていただけなのに、帰り道で事故に遭う理由が自分でも分かってしまったからだ。友人2人と俺は山の観光地にある有名な神社へ立ち寄った。パワースポットとして人気らしく、長い石段の先に古い社が建っている。夏の終わりで人も少なく、風だけが妙に冷たかった。本殿の横には使われていない小さな祠があった。観光客が置いたらしいお守りや落書きが並んでいる。友人が面白半分で写真を撮り、俺もスマホを構えた。シャッターを押した瞬間、画面の端に白い指みたいなものが映った。人の腕ではない。かすかに透け、指先だけこちらに向けられていた。おい、今の見た？友人に見せようとして写真を確認すると、白い指はもう消えていた。気味が悪かったがすぐに山を降り、車に乗った。助手席のドアを閉めたとき、冷たい空気が一気に流れ込んだ。窓は全部閉めているのに。車が動き出すと、カチッとシートベルトの警告音が鳴った。後部座席の右だけ。誰も座っていないはずの場所で赤いランプが点滅していた。え？なんで？運転席の友人が首をかしげると、ランプは勝手に消えた。まるで付け直したかのように。嫌な胸騒ぎがあった。それなのに俺たちは、
センサーの誤作動だろう。と軽く流してしまった。山道を抜けて国道へ出た頃、車内で妙な音がした。助手席の足元から布をこするような、スルッ、スルッという音。最初は気のせいだと思ったが、俺の足の甲あたりを冷たい何かが撫でていく感覚がした。ゾワッと鳥肌が立った。それと同時に車のミラーに妙なものが映った。後部座席、ヘッドレストの少し後ろの空間がわずかに沈んで見えた。誰かが座っている時と同じ沈み方だった。なあ、後ろ。声が震えた瞬間、車が急に横へ揺れた。ハンドルは触っていない。何かが車体を押したような力だった。その直後だった。ガードレールが近づいた。ブレーキが間に合わないほどの速さで車体が傾き、視界が白く弾けた。俺の耳に最後に聞こえたのは、まだだよ。という声だった。目が覚めたとき、俺は救急車の中にいた。サイレンの音が遠くで揺れ、胸の奥がじんじんと痛んだ。ぼんやりと視界が戻ると、隣にいたはずの友人の姿が見えなかった。あれ？俺の友達は？かすれた声で聞くと、救急隊員が一瞬だけ表情を硬くした。一人は軽傷だ。もう一人は意識が戻っていない。静かな声だった。頭が真っ白になった。事故の瞬間が何度もフラッシュバックする。助手席の横から聞こえた声。足元を撫でていた何か。そして車を押したような力。あれは本当に俺の空耳だったのか。病院に運ばれて検査室で待っている間も、耳の奥であの布をこする音だけが消えなかった。その日の夜、病院のベッドで横になっていると、事故現場を調べた警察官が病室まで来た。君たちの車さ、妙な跡が残っててな。警察官はタブレットの写真を見せてきた。車の助手席側のドア、そこに細い指でベタッと押し付けたような跡が残っていた。5本指ではない、3本。少しだけ曲がっている。動物かなと思ったんだけど、位置が高すぎるんだよ。人の肩くらいの高さにあった。警察官も首をかしげていた。背筋が冷えた。指の形、高さ、押し付けられた跡。間違いなくあの神社の祠で見た白い指と同じだった。あと、気になることがあってね。警察官は写真をスライドした。事故現場のガードレールに泥で描かれたような跡があった。ここじゃない。まるで誰かが強く引っかいて書いたような歪んだ字だった。お前たち、何か見たか？警察官は真剣な目で聞いてきた。言えるはずがなかった。祠の前で撮った写真は、誰に見せてもただの空の風景で何も写っていない。白い指も透明な影も全部消えていた。ただ一つだけ確信できたのは、俺たちは本当に何かを連れ帰ってしまったという事実だった。その夜、病室のカーテン越しでカチッカチッという音が鳴った。シートベルトの警告音と同じあの短いリズム。ベッドの左側、誰もいない場所から聞こえていた。目を閉じてやり過ごそうとしたが、すぐに分かった。あの音は
助手席の横にいた何かがまだ離れていないという合図だった。病院の消灯時間が過ぎた頃だった。部屋の明かりが落ち、廊下の足音が遠くなる。静かすぎる空気の中で、さっきから聞こえるカチッ、カチッという音だけが続いていた。あのリズム、あの高さ、助手席で鳴っていたシートベルトの音と全く同じだった。目を開けると、病室の天井がぼんやりと白く浮かんでいた。カーテンが風もないのにゆっくりと動いた。そこに誰かいるの？自分でも驚くほど声が震えていた。返事はなかった。けれど確かに気配が近づく音だけがした。布をスラスラ引きずるような小さな音。ベッドの脇で何かが動いた。恐る恐る顔を向けると、暗闇の中で沈んだ影が形を作っていた。人の形ではない。肩が妙に高く、指が異様に長く、一つ一つの関節が細く折れ曲がっている。その影はずっと俺の方を向いていた。事故の瞬間に助手席で聞こえた声。まだだよ。あの声が耳によみがえった。その影がゆっくりと腕を伸ばし、病室の床に触れた瞬間だった。シートベルトの音がベッドのすぐ横で鳴った。存在しないはずの助手席が俺の病室の中に再現されたように。胸の鼓動が耳まで響いた。体が固まった。影はベッドの端に座った。薄暗い中、布団が沈む。まるで誰かが腰をかけたように重く沈んだ。俺は一瞬で理解した。あれは祠にあった祀られていない存在で、俺に張り付くために観光地からついてきた。事故を起こしたのではなく、事故の直前俺を乗せるために揺らした。次の瞬間、影がゆっくりと顔を近づけてきた。目も鼻も口もわからない面白い面。祠で写真に写りかけた白い指と同じ質感。そして耳元ではっきり聞こえた。まだ連れて行ってない。全身が凍りついた。一気に呼吸が浅くなる。その時病室のドアが勢いよく開いた。看護師が慌てた様子で入ってきた。ちょっと、起きてますか？さっき心電図の反応が急に下がって。看護師がライトをつけた瞬間、影は一気に薄くなり、床へ沈むように消えていった。だが消える前、床に残された跡だけは見えた。細い三本指の跡がベッドの方へ向かって引きずられていた。看護師は気づいていなかった。だが俺には分かった。あれはまだ助手席に座ったまま、俺を迎えに来ている。退院して帰る車に乗った瞬間、また隣に座るつもりだ。そして次こそ連れて行くつもりだ。俺はまだあの日の観光地から帰れていない。